国を滅ぼす官僚過激リベラル、グローバリストと国を愛する者たちの戦い。スティーブ的視点のスティーブと言います。初書籍が発売になったばかりです。Amazon Japan にありますので QR コードを入れておきます。ぜひ皆さんお手に取っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。本日この本について、なぜこの本を出したのかということについて説明させてください。その前にお知らせがあります。7月24日に東京で目黒でイベントを開催します。この本が出たということで講演会をやります。その講演会の内容について、またこの QR コードと説明欄にもリンクがあるので、席が非常に限られてるんで、お早めにリンクの方をご確認ください。どうしても東京に来られない場合はオンラインでは見る方法もあるので、下のリンクのご確認をお願いいたします。日本とアメリカが互いに自国を愛し、互いにリスペクトし合う中で、今よりももっといい未来を共に築いていけると信じています。スティーブ的視点のスティーブ。最後の文章になりますが、この本のテーマはその一つの文章の中にあります。アメリカ人として、アメリカの愛国心はバリバリあります。若い時、周りにいた人たちもみんな、アメリカにすごいプライドがあった、誇りがあって、で長年その時からいろいろアメリカを見ながら、特にこの過去の4年、バイデン政権、その前のオバマ政権の時もそうなんだけど、アメリカに対するそのプライド、その気持ちがなくなってきてるんじゃないかというのはすごい残念な気持ちになってしまっています。過去の4年バイデン政権の時にバイデン大統領が脳みそに問題があったのか、ボケてたのか、何なのか分からないんだけど、全く何もできない大統領の代わりに誰が大統領をやってたのか。我々は選んだ、国民として選んだ人ではないところで、国の政府の奥の深い、めっちゃ深い、普通の人の目が届かないところにいる、沼ですよね、スワンプって言うんですけど、いる人たちが長く政府に入り込んじゃって、自分たちは好きなように、もしくは言われた通りで動く人間たちがいっぱいいます。これはアメリカの政府だけじゃないんですよね。日本の政府もバリバリ、このディープステート、ディープというのは深い、中に入り込んじゃってる、我々国民も知らない人たちが全くコントロール、テイクオーバーしようとしていることが事実です。最近のことではなく、長年、昔から動いている人たちのお金に腐った人たち、詐欺のお金、マネーロンダリング、USAID などなどのスキャンダル、表に出てこないスキャンダル。なぜ出てこないかというと、そのディープステートの人たちとマスゴミも一緒に組んで、自分たちよりのことじゃない限りは、全部わざと潰す。明らかにしない。詐欺がある。汚いことがある。いっぱいこういうことがあること分かってるのに、報道しない。無責任なマスゴミと汚い汚染されている政治。アメリカはこの問題があって、日本にも同じ問題があります。トランプが大統領になった8年前と今のトランプ政権の大きい違いがあります。トランプはね、しっかりしているビジネスマン。本当にいろいろ分かっているのは、やっぱり政府、もう国のトップになって、まさか自分の下に、自分はリーダーとして自分が言うことを聞かない。逆にわざとその反対をしようとする人たちがそんなにアメリカの政府の中に、いろんなところに FBI、シークレットサービス、CIA などなどのところにトランプ嫌い。アメリカを愛することよりもトランプ嫌いという気持ちの方がものすごく強い人がいっぱいいることが間違いないです。それが見えてきたんですよね。そしてトランプ政権の第1回目の政権が終わった後のバイデンの4年の間に誰が大統領だったのか。オートペンの問題とかって話題になっている中では我々も国民として見て、まずボケてるこの
大統領ができるわけない。誰が彼を動かしているのか。誰が奥の奥で動いているのか。そしてなぜトランプが出てきたらトランプに対する正直ヘイトがこんなにあるのか。前からもういつも言ってるように。で、日本も全く同じなんですよ。考えてみて。お金でどんだけ我々は選んでる人たち、政治家とパワフルな人たち、お金で汚染されてるのか。完全に汚染されてますよね。腐ってるんですよ。で、長年もう政府に入り込んじゃって、もうクビになりにくい、クビになれない。誰もクビにもうしようとする大統領一人もいない中で、トランプはもうお金持ち。大金持ち。愛国心は彼にしかないです。国のために大統領にならなきゃアメリカはどんどんダメになっていくというところから入ったトランプ。ずーっと足引っ張られっぱなし。ずーっと脅されっぱなし。暗殺まで、起訴まで、なんだかんだって、それはディープステートが動いていることです。トランプが大統領になることによって、特に2回目で、1回目でいろんな失敗があった。いろんな多分後悔しているところ、自分は甘く見えてたところがあったんだけど、2回目で甘く見えているところ一つもありません。ひどい状況です。クリーンアップしないと、本当にやばい状況です。アメリカはどんどん変な方に向かっている。もう走っている急激にダメなところに行こうとしている。トランプはそれ止めようとしている。もちろんその中であるのはお金の詐欺。ディープステートのその人たちが愛国心を持つよりもトランプ嫌いの方が多い人がいること。彼はなくしようとしている。誰にも頭下げない。誰にもお金ちょうだいとか、もうお金は関係ない人が初めて入ってきて、こうなって、で、みんな反発していることなんですが、日本はどうなんでしょうか。今こそ日本には国を守り、日本の伝統文化を守り、Make Japan Great Again を目指す強いリーダーが求められているのだと思います。どの国でも、やっぱり自分の国を愛することは当たり前なことだと思いますよね。日本のリーダーシップの中で本当に日本愛を持っている人がどのぐらいいるのか、日本の伝統、日本の素晴らしい文化などを守りたい、守らなきゃいけないと思っている人はどのぐらいいるのか。日本という国が素晴らしい国です。日本人の国民も素晴らしい人たちです。プライドを持つべき。日本の国を元の伝統、文化などを守るべき。日本という国を守るべきだなと。そういうリーダーがいなければ、アメリカも日本もこれからどうなるのかっていうことは非常に心配しているからこそ、まさかこの発音がこうなると思わなかったんですけどね。なぜもともと日本に興味のない人がここまで日本語できるようになったのかとか、日本車に興味のないアメリカ人はなぜ日本車今こんなに持ってるのかっていうテーマの本になると思ったんですが、本当に過去の4年間のアメリカの中の状況、ディープステートの動き、我々は国民にもっと一番力を持っているはず。我々はボスだはずなのに、真逆になった政府に頭を下げなきゃいけない。何をやってる政府を見て、はって、自分たちを選んでる人たちは何やってるのか、どんだけ無駄があるのか、どんだけ汚いのか、どんだけ愛国心、アメリカファーストの頭がないのかということを気づいて、やっぱり立ち上がった人が俺以外にもいっぱいいるんですが、遠くから日本を見て、たまに日本にいて、同じことを今アメリカが急激にこう走ってきたこのやばい道も日本も同じように、もしかしたらアメリカより早くこう行っちゃってるんじゃないかということを心配なので書いてみました。皆さん発売になったばかりです。よろしければ Amazon Japan でぜひチェックしてみてくださいね。ディープステートの崩壊と日本の危機。トランプのおかげでディープステートの存在が明らかになりました。陰謀論ではないことも、前から言ってるように陰謀論ではないことも確実間違いないことです。そので、日本にもディープステートがあります。日本人は選挙に行っても、ぜひ行ってくださいね。アメリカも今回はやっぱり大統領選挙に行かなきゃ、トランプに投票しなきゃやばいという同じような考え方で、もともと選挙は関係ない、もう俺の一票が関係ないと思い方がもう間違ってるので、
選挙に行って、もう投票してくださいね。日本人じゃないのに、アメリカでは必ず私同じこと言ってるので、日本人の国を守りたい、日本の伝統などを全て守りたいのであれば、いいリーダーを、日本愛のあるリーダーを選んで、選ぶだけじゃなくて、その後責任を取らす。その方との意見でたまに合わないことがあるかもしれない。トランプの 100% 合ってると言えないかもしれないんですが、少なくて分かるのはお金で腐ってないこと。愛国心があることは何より優先していることを分かっているので安心。もちろん細かいこといろいろあるんですが、どっちがいいですか？全く国は関係ない。もう国を壊そうとする大統領と国を守ろうとする総理大臣、大統領。どっちがいいですか？我々国民として一人一人は立ち上がってもう動く時代になりましたので、よろしくお願いいたします。7月24日のイベントにぜひご参加いただきたいのですが、その他に翌日の7月26日と27日、愛知県スカイエクスポで夏音メッセ。車大好きな、俺が見るともう日本の車イベントは大好きなので、わざわざアメリカからそれに行きます。参加します。スティーブのブースを出します。そこでスティーブ独自の商品、こういうキャップとか、こういう T シャツとかステッカーなどがあって、そこで握手会とまたツーショットを撮る。そういうところになるので、よろしかったら、車にあまり興味がなくて本当に楽しい環境なので、ぜひ愛知スカイエクスポで7月26日と27日の夏オートメッセに、行ってみてください。お待ちしております。もう一つの重要な知らせがあります。7月12日、大阪で行われる及川先生のザコアフォーラムに参加決定しました。そのイベントもオンラインで見る方法があるので、下にリンクを貼っておきますので、皆さんチェックしてみてください。スティーブとユリと及川先生のコーナーがあるので、よろしかったらぜひそれもチェックしてみてください。よろしくお願いします。初書籍なんですが、この本を読んでいただいて、少しだけでも我々国民がボス、トップであること、常識を元に戻しましょう。常識がなくなった社会になっているので、常識を取り戻して、もう我々国民としてはボスであることを忘れなくで読んでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。では失礼します。